はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークです。私日頃からポータブル電源使ったり作ったり評価してみたりいろいろやってるんですけども、今回も新しい製品が出たんでちょっと使ってみないっていう連絡があったので、いいですよって返事を送ってったら、こんなバカでっかい段ボールが送られてきました。でこれ何かと言いますと、エコフロー社製のデルタプロ、これからクラウドファンディングする製品ですね。でこれすごいのはでかさだけじゃなくて、中にですねリン酸鉄リチウムイオンバッテリーっていうのを使ってるんですね。でこのバッテリー何かと言いますと、普通のリチウムイオンみたいに燃えたりする心配がないのに3000回以上繰り返して使えるっていうめちゃくちゃ高性能なバッテリーなんですね。でスペックを見てみると、容量 3600W 時、 AC の定格出力 3000W、 さらに X ブースト機能っていうのを使うと 3750W まで定格で出せるみたいで、瞬間は 6000W ってなってますね。 AC の充電が最大 1500W の高速充電で、ソーラーパネル充電も 1200W までいけるみたいですね。というわけで今回もいろいろ測定していってみたいと思います。で製品の詳細情報や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、もし興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。じゃあ早速中開けてみますかね。はい、中出すとこんな感じになってて、まず入っているのがこれ AC100V の充電ケーブルですね。で次に入っていたのがこれソーラーパネルに接続するためのケーブルですね。でこっちが MC4 っていうよく使われているコネクターと、こっちは XT っていう本体に挿す方のコネクターですね。で次に入ってたのがこれ 12V の機器を接続するためのケーブルですね。そして最後に入っていたのがこれ取扱説明書ですね。はい、でこんな感じになっていて、実は中見るとこれ英語なんですけども、今回まだサンプル品なので日本語版のやつが入っていなかったんですけども、実際の製品にはこんな感じで日本語で書かれた取扱説明書が付属しています。でスペックが書かれていたり、使用上の注意とか、あと各部の名称とかですね。で使い方に関することとか、最後の方にはトラブルシューティングとかも載ってるみたいですね。で内容物確認してみたんですけども、今回サンプル品なので間に合ってなかったみたいなんですけども、車用の充電ケーブルもついているみたいです。はい、じゃあ早速本体見ていこうと思うんですけど、ここに液晶ディスプレイがあって、真ん中に電源ボタン、これを押すと電源入ります。で左の数字があと何時間使えるかで、真ん中がバッテリーの残量で、右側がですねインプットとアウトプットの電力ですね。でその下に USB-A2 つとファストチャージが2つで、その下の段に USB Type-C も2つありますね。でその下に AC コンセントが4つ、これ全部で 20A ってなってますね。でその右側に丸い、これも 100V ってなってるんですけども、ちょっとこの形状のやつ私使ったことないですね。ただよく見てみると 30A マックスって書いてるんで、なんかめちゃくちゃ大電流使うやつがつなげれるようになってるみたいですね。でそのコンセントの上にですねスイッチがあるので、これを押すとですね 100V がオンになります。で右側面見るとロゴがドーンと入っていて、上にファンの穴がありますね。でその手前の方を見るとですね、なんか開きそうな蓋があるんですけど、ここ開けると何があるのかと言いますと、はい、パカッとなと、はい、こんな風にですね DC 系の出力がついていて、ちょっと上はよくわかんないコネクターですけど、この真ん中はよく見られた車のやつで、その下がコネクターで、その下はですねなんか通信に使うボタンがついていて、LAN ケーブルを挿すコネクターもついてますね。でこの LAN ケーブルのコネクターはですね、エコフローリモートコントローラーっていうのが接続するところで、これを使えばスマホなくても確認とか操作ができるみたいです。でこの下にもなんか開きそうなところがあるんですけども、はい、ここも開けてみるとですね、はい、これはちょっと見慣れないコネクターがあるんですけども、電気自動車用の EV ステーションの充電器を使って最大 3000W で充電できるみたいですね。もうここら辺未知の領域ですね。はい、で左側面は右側と同じで、ロゴとファンの冷却穴が開いている感じですね。で後ろ側を見ますと、上と下になんかパカッとまた開きそうな蓋がついてるんですけども、で中開けてみますと、はい、こんな感じで
エヴァっぽいかっこいい四角で囲まれてますね。でこの一番左がソーラーの入力でこの右のスイッチがどうやら充電速度を切り替えれるスイッチらしくて、その横にあるのが 100V 差し込むところですね。後で充電実験もやってみたいと思います。でその下にエキストラバッテリーポート1って書いてるんですけども、はい、ここ開けるとですね、また見慣れないコネクタがあるんですけど、これですね、エキストラバッテリーっていうやつをつなげると容量をどんどん増やしていけるっていうやつでですね、最大2つまでくっつけれるみたいですね。ここら辺も後で実験してみたいと思います。でこれ何キロあるのかなと思って測ってみると、親機本体の方が 4490g 約45キロですね。でエキストラバッテリーの方がどのくらいかと言いますと、はい 3910g ということで約40キロ。こっちの方が気持ち軽い感じですかね。でこれ結構重量があるんで、1人で運ぶ時どうやろうかなって悩むんですけど、まあ1人で持ち上がらんこともないんですけども、やめといた方がいいです。じゃあどうやって運ぶかなんですけども、実は下にですねボタンを押すと出てくる取っ手がついていて、これをですねガチョーンと引き出すと、はいなんかスーツケースみたいになるんですね。そしてこの伸ばしたハンドルの先を持って持ち上げると、はい軽々持ち上げることができるんですね。でこれなんで軽々と持ち上がるかと言いますと、はいこの車輪のところを支点としてテコの原理で持ち上げるようになっているので、簡単に持ち上げることができるんですね。で片側持ち上がってしまえば、あとは車輪がついているので、こうやってですねスイスイっと持ち運ぶことができます。まあ本当普通のねスーツケースと同じようにこうやってゴロゴロゴロって引っ張っていくと何の違和感もないですね。はい、次はですねいろんなコネクターに物をつないで実際に使っていきたいと思います。まずは USB ケーブルからですね。はい、スマホを1台接続して、はいこっちはタイプ C ですね。でタブレットも1台接続して、はいこれはタイプ A の方ですね。次は撮影でよく使うちっこいカメラ接続して、でカメラもう1台接続しますかね。この4台を今同時に充電してるんですけども、消費電力はと言いますと、はい 22W ですね。でこいつ 3000W まで出せるので、まだまだ誤差みたいなもんの消費電力ですね。はい、じゃあ次はですね 12V 系接続していきたいと思うんですけども、使うのはこれ、はいキャンプに絶対持っていくポータブル冷蔵庫ですね。はいこれをですね側面の穴に差し込んで電源をオンにしますと、はいちゃんと動いてますね。でこの時の消費電力はと言いますと、はい約 60W。 冷蔵庫も省電力だけあってなかなか電力増えないですね。では次に 100V 系いこうと思うんですけど、使うのはこれポータブルエアコンの感激くんですね。真夏のキャンプとか車中泊に持っていくと非常に便利なアイテムですね。ではこれを 100V にセットして出力をオンにすると、電気きましたね。じゃあ電源入れますと、はいけたたましい音とともに風が出てきましたね。はい問題なく使えてるみたいですね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい合計で 180W ぐらいですかね。意外にこの感激くんも消費電力少ないので、まだガッと増えたりはしないですね。じゃあ次は消費電力の大きい温める系の家電をつないでみますかね。でこれ何かと言いますと、カーボンヒーターですね。でこいつ 200W と 400W を切り替えて使えるようになってるんですけども、はい最大の 400W で動かしてみたいと思います。はい音出ないんで動いてるのかどうか分かりにくいですけども、すでに動いてます。でこの時の消費電力はと言いますと、はい合計 591W。 だいぶ増えてきましたけど、まだまだ余裕ですね。じゃあ次はですねカーボンヒーターもう1台。これは家庭用のガチのやつですね。せっかくなんで設定最強にして動かしてみたいと思います。でこの時の消費電力はと言いますと、はい約 1400W ですね。いっぱい使ってるんですけど、まだ半分ですね。そろそろつなぐものがちょっと見当たらなくなってきましたね。はいもうあんまり電力をいっぱい使うやつが見当たらなくなったので、はい家庭用のエアコンつなげてみたいと思います。で家庭用のエアコンって電源入れた瞬間に結構ドーンって一気に電力使うんで、
動かせないポータブル電源多かったりするんですけども、こいつはまだまだ余裕がありそうなので動くような気がしますね。はい、じゃあ設定温度最低の18度に設定して運転してみたいと思います。でこの時の消費電力はと言いますと、はい、まだつけたばっかりなんでほとんど上がってないですね。ちょっと時間を置いて見てみますかね。はい、エアコンガンガンに動き出したら約合計2000ワットぐらいになりましたね。はい、でエアコン本体どうなっているのかと言いますと、はい、吹き出し口からめちゃくちゃ冷たい風が出てますね。というわけでいろんな機器使いながらですけども、家庭用エアコンも全然問題なしに動かすことできますね。この状態でもまだ2000ワット、まだ1000ワットぐらいいけるってことですよね。はい、もう我が家に残ってる高電力家電はこの IH クッキングヒーターでおしまいですね。はい、でこれ家庭用なんでですね、確か1000ワットぐらい出力が出せるやつだったと思います。ではフライパンに水を入れて電源をオンにしますと、まずは弱火でやってみますかね。でこの時の消費電力が何ワットかと言いますと、はい、2780ワットぐらいですね。もうちょいいけそうだな。というわけで出力マックスにして動かしています。そうすると消費電力は、はい、2940ワットぐらい。はい、これで定格出力3000ワットにギリ収まるって感じですかね。でやっと定格ワットまで来たと思ったんですけど、実はこいつ X ブーストっていう機能を使うと3750ワットまでいけちゃうんで、実はまだまだ余裕だったりします。ただもうつなぐもんないんでですね、ちょっともうここら辺にしておきたいと思います。はい、というわけでですね、いろいろつないで今3000ワット近く使ってるんですけども、はい、まず何つながってるのかと言いますと、カメラが1台2台、スマホが1台、タブレットが1台とポータブル冷蔵庫が1台で、その上にカーボンヒーターが1台と感激くんが1台、そしてカーボンヒーター家庭用がもう1台つながって、でさらにですね IH 調理器が動いています。で忘れちゃならないのがですね、実はこの陰でずっと動いている家庭用エアコンですね。はい、これらの機器がですね問題なく同時に動かすことができてます。で正直3000ワットなんて普通の家庭で同時に使うことそんなにないんでですね、こいつが1台あれば災害とかで停電になっても普通の生活がもう遅れちゃいますね。はい、次はスマホと接続していきたいと思います。この横のですねこのボタンを押すと正面のディスプレイにですね Wi-Fi マークみたいなやつが出てきて、これでですね接続できるようになってます。でこれアウトドアとかではスマホと直接つなぐこともできますし、家ではですね無線 LAN を使ってつなぐこともできます。で早速アプリ立ち上げてみたんですけど、なんかビジュアルがめちゃくちゃかっこいいですね。ただこのアプリまだ開発版らしいので、製品版はもしかしたらちょっと変わるかもしれないです。でこのアプリで何が分かるのかと言いますと、はい、こんな感じでですねビジュアルがあって、中になんか水が溜まっているような感じになってるんですけど、左に温度で真ん中にですね、6時間5分あと使えますよっていう表示と、右にですね 59% っていう表示が出てますね。でその下は入力と出力で今何ワット使って何ワット充電してますよっていう情報と、あとそれはグラフにもなるみたいですね。でその下に行くと 12V のところがあって、下の方は USB のゾーンですね。で右上の設定ボタンみたいなのを押しますと、はい、こんな感じにいろいろな設定項目が出てきます。で気になるのがこの充電放電レベルなんですけど、最大何%まで充電して最低何%まで放電するっていうのを細かく設定できるみたいですね。これ設定によってはバッテリーに優しい使い方とかできるかもしれないですね。あとは普通に画面の輝度の調整とか、他にもいろいろな項目があるみたいですね。ちなみに充電しながら使うっていうこともできて、今入力が 483W ってなってるんですけども、遠隔でこの 12V 系をオンにすると、はい、こんな風に点灯して消費電力も、はい、40W ってつきましたね。はい、ちょっとスマホ遊んでみたんですけども、遠隔でこれオンオフできるっての非常に便利ですね。
はい。でこいつめちゃくちゃ容量いっぱいなんですけども、充電時間めちゃくちゃ高速でできるっていうことなので、ちょっと試してみたいと思います。で使うのはこの電源コードだけなんですけど、これですね AC アダプターとか付属してないです。で直接こんな風にこの差し込むところにですね AC を入れて、そのまま充電できるようになってます。この仕組みが、超高速充電を実現するための、ミソみたいなもんなんですかね。で 100V のケーブルを接続して、このケーブルをコンセントに接続します。で少し待つと、はい、表示出ましたね。でここからどんどん上がってってますね。今 500W ぐらい、600W 超えた。だんだん上がって、700W 超えましたね。800でもうちょっと上がってって900で、1000W 超えましたね。で 1100W まで来ましたかね。まだいけるかな。まだ上がってますね。1100、もうちょっとで50かな。はい、だいたい 1250W ぐらいで安定した感じでしたね。ではこのままですね時間を置いて見ていきたいと思います。はい、充電完了して 100% っていう表示になってますね。で充電始めたのが夕方の6時45分ぐらいで、充電が終わったのが10時10分ぐらいですね。なのでだいたい3時間半でフル充電できたっていう感じになってますね。3600W 時の容量3時間半ってめちゃくちゃ早いですね。これだけ早かったらちょっと忘れてってすぐに充電したいっていう時も充電できますし、深夜の電気料金が安くなるプランに加入している人は深夜にフル充電しといて昼間に使うみたいな使い方もできちゃうかもしれないですね。おや、これ効率によっては錬金術が成り立つかもしれないな。ちなみに後ろにですね高速充電なのか低速充電なのか切り替えるスイッチがあって、その時の電力もアプリで好きに決めれるみたいですね。ちなみにスイッチを低速に切り替えてからコンセントに挿すと、はい、だんだん上がっていってデフォルト設定の 400W 周辺で安定しましたね。なので他に機器いっぱい使ってて大電力使われるとちょっとブレーカーが心配っていう方はですね、ここ調整して充電するといいかもしれないです。はい、次はですね 100V から出ている電気の波形を測ってみたいと思います。で使うのはこれオシロスコープですね。ちなみに波形なんですけど、大きく分けると制限波、疑似制限波、区形波っていう3種類があって、制限波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波で、疑似制限波と区形波はなんか綺麗な波にしてやろうって頑張っているような波形ですね。で制限波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似制限波や区形波は結構使えない電化製品あったりします。特にコンプレッサーなんかの電動機に区形波入れるとぶっ壊れる可能性高いので注意が必要です。はい、で今何してるのかと言いますと、電気を取り出すためにですねコンセントの穴に釘を刺して、そこをオシロのプローブで掴もうとしているところです。で 100V の波形の測定って結構危険なんでですね、自信のない方はやらない方がいいです。はい、じゃあ準備できたんでスイッチ入れてみましたけども、波形が来ました。この感覚だと見にくいのでちょっと幅を調整して大きくしていくと、はい、こんな感じなんですけど、なんかギザギザとか全然見当たらなくてすごい綺麗な波形になってますね。これだけ綺麗な波形であれば大概のものはちゃんと動くはずです。ちなみにこの真ん中の下の方に出てる60っていうのが現在の周波数で、今 60Hz で動いてますよっていうことになってますね。ちなみに周波数はアプリの方でですね 50Hz に切り替えることもできるみたいです。で次に気になるのが AC100V とは言いつつ本当は何ボルトかっていうところですね。で測定に使うのはこれちょっと高機能なテスターです。で安いテスターで測定するとなんか電圧不安定になったりするので、ちょっと今回はこれを用意してみました。で実際何ボルトなのかと言いますと、はい 100.5 ボルト。多分普通の家庭用コンセントよりかなり正確に100ボルト出てますね。得てしてグローバルモデルとかだと110ボルトとか出力されててちょっとつないで大丈夫なのかなって不安になったりもするんですけども、こいつはしっかり100ボルト出してますね。
で稼働してる時の音どのくらい出てるのかちょっと測ってみたいと思います。で細かい決まりとかいろいろあるかもしれないんですけど、今回ですね適当に50センチ離れたところから測ってみたいと思います。ちなみに今2600ワットぐらい使ってるんですけど、この時がですね65デシベルぐらいですかね。で1000ワットぐらいに落とした時の音の大きさがおよそ55デシベルぐらいですね。ちなみに18ワットとか低消費電力だとファンは回っていなくて、この状態での部屋の暗騒音はだいたい40デシベルぐらいですね。次は充電中なんですけども、低速充電の400ワットで充電している時は54デシベル程度で、超高速の1300ワットぐらいで充電している時は54デシベル程度。あんまり変わらない結果ってなりましたけども、内部温度の状態とかで細かく制御しているみたいですので、参考程度に考えていただければと思います。では次は 100V 系の実容量を測定していきたいと思います。いつもは 12V 系も測定するんですけど、この容量いつまでたっても終わりそうにないので割愛します。で使うのはこれ電力量計ですね。これを本体の方にセットして、で電力を使う機器はこれカーボンヒーターと感激くんですね。この2つを同時に動かして電力を使っていきたいと思います。でカーボンヒーターの方は400ワットに設定して、感激くんのスイッチもオンにします。でこの時の消費電力はと言いますと506ワット、およそ500ワットぐらいですね。ではこの状態で時間を置いて見ていきたいと思います。だいたい6時間ぐらい経過しましたかね。カーボンヒーターも停止して、感激も停止して、0% になってますね。で最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、3.25 キロワット時3250ワット使えたってことになってますね。あれスペックには3600ワット時って書いてるのに全然足りねえじゃんって思った方いらっしゃるかと思いますけれども、直流を変換して AC100V を作るのにはどうしても変換ロスっていうのが発生してしまいます。じゃあ変換効率何%なのよって計算してみるとですね、約 90% っていう結果になりましたね。ただいつもは安全リミッターが働く 12V の実測値をもとに 100V の変換効率出してるので、今回ちょっと計算方法が違うんですね。でいつもの計算方法に当てはめると多分 100V の変換効率 95% ぐらいあるんですけど、今回そこまで測定できなかったので 100V で使う場合はスペックの 90% 以上使えるっていうことだけ分かりましたね。でこれ1台でも 3600W 時っていうめちゃくちゃ大容量なんですけど、実はですねエクストラバッテリーを接続すると2倍の 7200W になったりします。で今運んできたのがエクストラバッテリーなんですけども、親機とほとんど同じ構造でキャリーして持ってくることができます。で2つ並べるとデザインほとんど一緒なんですけど、親機の方がボタンとか接続端子とかがいっぱいついてます。エクストラバッテリーの方は液晶表示と電源ボタンのみですね。で横からのデザインも冷却ファンの穴がないだけでほとんど同じですね。唯一違うのはこいつ天井が開きます。でここ何入れとくのかと言いますと、これ親機と子機を接続する接続ケーブルですね。大電力だけあってめちゃくちゃごっついですね。でケーブルどこにつなぐかと言いますと、ここにですねパカッと開けるとつなぐ口が出てきて、親機の方にも先ほど言いましたけども2箇所つなぐところがあります。でこれ2箇所つなぐことがあるっていうことは、もう1台エキストラバッテリーくっつけて3台で動かすことできるっていうことなんですね。3台つけると 10.8kW ってもう異次元の世界になっちゃいますね。でケーブルはこんな風に後ろからよいしょって差し込むだけですね。ちなみに接続するとですね、表の液晶表示はこんな風に変わります。右がエクストラバッテリーなんですけど、今 130W ぐらいで充電されているってことになってますね。そして親機の方を見ると、こっちはですね 130W ぐらいで出力してるっていう感じになってますね。リバープロの時は合算されたパーセンテージが表示されてた気がしますけども、デルタプロの場合は親機と子機は個別になんか管理してるみたいですね。
ちなみに機器をつないで電力使ってみるとどうなるかと言いますと、で両方見てみると、エキストラバッテリーの方は 170W ぐらい出力している。で本体の方は 170W ぐらいで充電されながら 400W を出力しているっていう状態になってますね。表示の仕方はどうあれ、とりあえず両方から均等に使っているようなイメージですかね。ちなみに充電するときどうなるかと言いますと、親機のコンセントをこうやって挿すと、先に親機が反応しましたね。子機の方も反応しましたね。で親機の方は 1285W で充電しながら 478W 出力している。でエキストラバッテリーはその出力された分で充電しているっていうような感じになってますね。ということはこれ充電時もおおよそ均等に電力を分け合って充電しているっていうことになりますね。なかなか面白いですね。で次はソーラー発電の実験するんですけども、これ 1200W 入れていいんですよね。でそんな高出力のソーラーパネルあったっけなと思ったらありました。屋根に設置してある売電用のソーラーパネルですね。これ1枚が 290W っていう出力なので、今3枚くっつけてあるパターンだとおおよそ 900W いけるはずですね。でこのパイプをたどっていくと上の方にここから電気取り出せそうですね。じゃあまずは屋根まで届く延長ケーブルを作っていきます。使うのは 3.5 スケアのソーラー用ケーブルと MC4 コネクターですね。これを専用の工具を使ってくっつけて延長ケーブルを作成します。延長ケーブル完成したら早速ソーラーパネル接続したいと思います。でこんなの勝手にやっちゃっていいのって思う方いらっしゃるかと思うんですけども、このソーラーパネル設計も設置も国への申請も電力会社との系統連携協議、全て私自分一人でやってるやつなので 100% 構造を理解してます。ちなみに 36V を超える電気設備の工事をやる場合は資格が必要です。ただ持ち運べるポータブルのソーラーパネルとかポータブル電源は対象外の可能性が高いので、気になる方は一度確認してみるといいかもしれないですね。接続完了するとこんな感じ。っていうかめっちゃ空曇っちゃった。さっきのパイプから接続された線がこう下に降りてきて、ここで接続できるようになってます。では MC4 コネクターを接続してケーブルをポートに接続しますと、で何ワット発電できてるかと言いますと、145ワット。やっぱ完全に曇っちゃったから全然発電しないな。ちなみに電圧はと言いますと、107V ぐらいですね。でこのソーラーパネルの使用が1枚あたり 36V の定格電圧で、それを3直列しているので、107V というわけで電圧はしっかり出てるんですけど、曇ってるせいで電流が全然流れてないっていうような状態ですね。ちなみにこのデルタプロ 150V まで入力して大丈夫です。レンタル期間延長してもらってやっと晴れ間が出てきましたね。とはいえまだ雲だらけなんで多分最高性能は出ないかなっていう感じですかね。今回も前回引き出した線を引いてくるんですけど、屋根からこうやって降りてきて、で今回はですねちょっといつ雨降るか分かんなかったので家の中にですねポータブル電源本体を置いてあります。というわけでこんな風にですねケーブルが張って回ってヤシマ作戦みたいにちょっとなっちゃってますけど、ここでですね本体と接続しています。では早速ケーブルを接続してみたいと思います。これで入りましたね。で発電が始まるかな。来た。今726ワットソーラーパネルから入ってきてる感じですね。ちょっと曇ってるんでマックスパワーの900ワットには届いてないですけど、でもかなりの電力入ってきてますね。でこのデルタプロソーラー充電とコンセントからの超高速充電、実は両方同時にできるらしいんですね。というわけでこれにさらにコンセントのパワーを上乗せして、さあ何ワットで充電できるか。さあ来るかな、もうちょっとで来るかな。来た1940ワットというわけでダブル充電で今2000ワット近くのパワーで充電できてますね。普通のコンセントだけだと定格1500ワットまでなので、
コンセントだけだと絶対に達成できないワット数になりますね。すげえ。そして残り 50% の充電があと1時間で完了するっていう計算になってますね。いやこれ災害が起こったりしてもし停電した場合、家のソーラーシステムをこれにつなぎ替えるっていうのはちょっとありかもしれないですね。すごっ。はい、というわけでエコフロー射精デルタプロ見てきたんですけども、一言で言うならもう最強ですね。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー使ってるんで安全ですし、超高寿命ですし、出力も抜群、充電も普通に超高速充電もできるのに大容量ソーラーもつなげることができる。そして UPS の瞬時電源切り替え機能もついていて、アプリでの操作性も抜群。アウトドアに持ってって遊びに使うにはすごいもったいないスペックですね。ていうかこれメインは防災用な気がしますね。家1軒丸ごとカバーできるぐらいの出力も出せるんで、これ何百万円もする蓄電システムを家に導入する前にこれ置いちゃったらもういいんじゃないかってちょっと思っちゃいましたね。というわけで工事とか大掛かりなことはしたくないけど防災への備えは完璧にしたいっていう人にはぴったりなのかもしれないですね。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一のコロナになりますのでぜひよろしくお願いします。あとインスタツイッターもやってますので、もしよかったらそちらの方も覗いてみてください。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。